こんばんは、石坂康介です。人生とはなんだか不思議なものですね。皆さんは自分の体や人生が何かに、例えば社会という大きな仕組みだったり、抗えない自分自身の本能のようなものにいいように操られてるんじゃないかと怖くなることはありませんか？僕は決して運命論者ではないのですが、それでもですね、すべては最初からこうなるように決まっていたのではないかと思う時があります。そんな時、自分とは何なのかとふと不安になるんです。生きる意味なんてものは考えれば考えるほどわからなくなっていくもので、結局のところ日々のささやかな幸せをかみしめて、ただ淡々と生きていければそれで十分な気がするんですが、ただ、その幸せでさえ、本当に自分の望んだものなのかと、中央駅のそばにですね、チンギスハンという中華料理屋がありまして、で、いいことがあったりすると、僕はよくここのビュッフェを食べに行くんです。そこの店主が、これが大男で、僕はあの歴史上の人物、チンギス・ハンと聞いてパッと顔が出てこないのですが、もしチンギス・ハンが今この時代に生きていたら、多分こんな感じなんだろうなっていう、鋭い目に白くて長い顎ひげ。で、キリッと微笑むと、前歯に金歯がキラリ。そしていつもですね、大きな刀のような包丁を握ったまま、厨房の隅に座って、じーっとテレビを睨みつけているんです。で、先日、ちょいと競馬で儲けまして、で、いつものようにそこに行くと、いつも通り出来たての色とりどりの料理が並んでたんですが、その横にですね、その日は大きな銀色の鍋、その蓋を開けてみると、もわっと立ち上がる湯気の中に、山のような茹でエビが、そしてそのたくさんの小さな目が、こっちをじろりと。しかしですね、これが、うまいんです。首をへし折って、中の味噌を、チュー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 って、手がベタベタになりながらも、そのプリプリの身にかぶりついて、食いまくりました。気がつくとですね、皿の上に空の山でして、そこに残った食べ残しの2匹、こりゃもったいないなと思って、そのままポケットに入れて、こっそりと持って帰ったんです。で、あくる日、目が覚めると、我が家のキッチンで、床に転がるビール瓶。どうやらですね、昨日は飲みすぎて、テーブルの上で眠ってしまったみたいなんです。で、おぼろげに覚えているのは、昨夜のエビの歌。ジンガリンガリンガリンガ、ジンガリンガリンガリンガ、ワカメのジャングルエビだよ。海の掃除やエビだよ。そしてこう、エビ踊り。おでこにあのゆでエビを乗せたりして、で、なんか眉毛の上がチクチクするなって、顔を洗おうとして、鏡の前で、うわーっと、そのエビがですね、それぞれ左右の眉毛の上あたりに一匹ずつくっついているんです。で、恐る恐る引っ張ってみたんですが、痛
痛い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 。トゲが皮膚に食い込んで取れなくなっちゃいまして。で、それからなんです、このエビとの暮らしは。なんて言えばいいんだろうね。魚介ネットワークって言えばわかるかな。この僕の目の上のエビのスーッと伸びたヒゲ。これがですね、驚くほど感度がいいんです。遠くのニュースなどが聞こえるっていうか、感じるっていうか、例えば、高速道路の渋滞情報だったり、明日の天気だったり、そしてですね、あの有名芸能人のあの噂の真相まで、すごいでしょう。羨ましいでしょう。しかしたまにですね、この2匹のエビが喧嘩をしだすんです。それが夜中に始まると朝まで眠れない。頼むからやめてくれ、人の顔の上で。で、そしてだな、実はですね、あの宇宙の秘密を僕は知ってしまったんです。まあ、通常はですね、エビにはこのアンテナ、この発達した高感度なセンサーがあるんです。そしてそこにあらゆる情報が集まってくる。しかし、エビの頭にはそれを処理しきれない。ここに人間の脳みその処理能力が加わるとだな。まあ、ここでは詳しくは言えないんですが、これが世界の科学、歴史、哲学、宗教、すべてをひっくり返すぐらいの大発見で、きっとこれを聞いてるあなたたちには理解はできないでしょうけど、俺は知ってしまったんだな、この宇宙の秘密を。しかし、そのせいで、このすごい力を手に入れた代償に、俺は奴らに追われることになってしまったんです。俺はいつも見張られてるんです。ここ数日家の前にですね、知らない黒い車がいつも止まっているんです。で、駅に行けば新聞で顔を隠した男が横目で俺の動きを追っているし、道を歩けばチューインガムが靴の裏に何度もくっつく。そして犬はやたらと俺の匂いを嗅ぐし、小鳥が俺に糞をする。俺はね、ピーマンが嫌いなんです。だから絶対に買わない。しかし先日キッチンの隅にピーマンを見つけた。おかしいだろう。俺は一人だぞ。はあ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 。俺は騙されない。バカめ！包丁で真っ二つ。断面を見るとですね、中を隔てる壁に沿ってぎっしりと種がくっついているんです。これ普通のピーマンに見えるでしょう。しかし俺にはわかるんだな。この一つ一つの種もが俺を見張ってるんだな。遠くに行かなければ。俺は引き出しを開けると、身分証、古い写真、督促状の束、外れ馬券などをかき集め、燃える暖炉に投げ込んだ。俺の存在をこの世から抹消するために。そしてショットグラス一杯の安いウイスキーを
乾いた喉に一気に流し込むと、事前に買っておいたそれぞれ別々の町へ向かう3枚の電車の切符。その中から無作為に1枚選び、ポケットにねじ込み、他には何も持たず、駅へと走った。まあ、姿をくらましたってわけだ。この街にもやっと慣れてきた。エビもだいぶ黒くなったし、よく見なければ普通の眉毛と見分けがつかない。しかし困ったことといえば、体中にニキビのような出来物ができてしまって、潰すと中からキラキラと緑の宝石みたいな粒が。で、光にかざしてよく見ると、中で何かが動いている。そう、エビの卵だ。しかしまだまだアンテナの感度は落ちていない。壁のカレンダーに今日もまた新しく印をつけた。何者かが日増しに近づいてきている。そしてとうとうこの日が来てしまった。パン屋の帰り道、紙袋を小脇に抱えて通りを歩いていると、突然頭の中に、エビビ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 ビアラートが鳴り響いた。続いて右のエビが、緊急事態、緊急事態、どうぞ。左のエビが、了解。100メートル後方に不審人物、警戒せよ、警戒せよ、どうぞ。俺はすっと身を翻し、レンガの建物と建物の間の隙間に滑り込んだ。壁にくっつく銀色のパイプ、レストランの窓から漏れる騒ぎ声、換気扇から吹き出す湯気などを、体をひねったりかがんだりして避けながら、早足でぐんぐん奥へと進んだ。途中、建物が途切れた十字路のようになっているところで、一方のエビが、右へ進め、どうぞ。すかさず反対のエビが、いや、左へ進め、どうぞ。俺はまっすぐ進んだ。息が切れる。もつれる足。うまく走れない。急に視界が明るくなった。地面を覆うように真っ白な小さな花がたくさん咲いている。そこはコンクリートの塀で囲まれた庭のようなところ。ピンと張られたロープに洗濯物が風に揺れている。ああ、なんだかいいな。晴れた日の昼下がり、こんなところで綺麗な姉ちゃんとお茶でも飲みてえな。頭にひらひらと舞い降りた花びらを取り合っちゃったりして。うわっ！目の前には立ちはだかる高い塀。しまった。行き止まりだ。待て！ゆっくり振り返ると、そこにはチンギス・ハンの主人。金馬がキラリ。手には大きな刀。あいつ、俺たちをまた茹でるつもりだな。チンギス・ハンが刀を振り上げたまま何かを叫びながらこちらへ走ってくる。残り10メートル。5メートル。1メートル。歪む視界。すべてがスローに見えた。音が耳の中で波になった。体中の筋肉が。もうダメか。その時、体が突然、勝手に内側に丸まった。前屈の体勢で限界まで折りたたまれた体は、今度はその反動でバネのように反対にビグンバキン骨が砕ける音。
エビ反りにバチン。背中が地面を打った。体が浮いた。シュッ。横に振られた刀。俺は軽々と飛び越えた。しかし、そこで勢いは止まらず、俺は空高く舞い上がった。空高く、高く、高く。塀を飛び越えると、向こう側は海。なんだか潮風が懐かしい。逆さまに映る空。いや、逆さまではないのかもしれない。上も下もないのかもしれない。ドボン。俺は深く深く水中に沈んだ。真っ暗闇の中、一つの光の塊であった俺の意識がパラパラとほぐれ、細かな粒子になった。その小さな光の粒は四方八方に広がり、俺の体の表面に内側からぶつかる。と同時に体中のすべての毛穴を突き破り、小さなエビが広く冷たい海の中へバラバラに逃げていった。しばらくして水面の泡が何事もなかったかのように落ち着くと、キクラゲのような俺のへそだけが水面にポコッと浮き上がった。俺は今海だ。そして波でもあれば粒でもある。すべてはつながっているがバラバラでもある。しかし確かに存在している。この魚介ネットワークの中にじりじりと